よし、3番目のパターンです。丸を書いて、そのプラス G をつけたら上を向いてるようなキャラクターですね。そうするともっと首のところが見えてくるし、あとは目の位置を入れてくれました。書きます。目からほっぺ、そして顎っていうか首につながるところ。鼻のところも上がってると思うので、鼻と口はこの辺かな。上向いてるし、口も鼻も上がってるように見える。口はこんな感じかな。普通に上を向いてるようにします。そして眉毛で髪描きます。上を向いてるから耳がそんなに低くならないけど、煽り出し低く見えるでしょうね。この線も。はい、3番目はこんな感じです。みんな多分こういう角度は描きたくなくて描かないことにしていると思うんですけど、よくアニメと漫画でこういう角度を描く必要はきますよ。そのガイド線を使ってほっぺと顎の位置を決めて、顎の下のところはどれくらいになるか書いてますね。後で多分影になる。で、顎から耳につないで、やっぱり上向いてるから耳がちょっと下に来る感じ。比較的に。最初の絵と同じ感じで、ひろえさんが顔の前の幅を測った感じですね。で、煽りで描いているし、前より鼻が目のところに近くなっているように見えます。今回少し口は開いているように書いてますね。で、多分それ合わせて顎は少し下に来てる感じですね。アニメの仕事で話してる時に本当は顎が動くけど、仕事でどれくらいなんか顎を動かさないことにしていますか？ケースバイケースですから。スピードでいっぱい書かなきゃいけないから動かさない方が多いですか？どうなんでしょうね。結構引いた絵が多いから、そういう時は顎を動かすとかえって不自然になるし。
なんとなくこの角度でコーラ飲んでるポーズにぴったりですね。まあ実際の生活してて人の顔を見てるとこういう角度は結構すぐに変わりますね。飲む時とかため息とか本当はよくある角度は難しいけど、難しいというより書き慣れてないだけで、書けば済むことですよ。なるほどなるほど、書き始めて覚えてしまえばそんなに苦労はしないんで。では比較しましょう。はい、頭の形を描いてもらって、私が描いてみた感じはこんな感じでした。で、ひろえさんのこんな感じでした。角度的には上をちょっと向いたのはもう目なんか全部隠しちゃってもいいぐらいの勢いで描いてしまえばとっても参考になりました。そしていっぱいいいヒントがあったので、初心者でもそのガイド線を書いて、そこからちゃんと顔を描けるようになってるでしょうかね、みんな。では、このアドバイスシリーズの中で動画いっぱいあるので、ぜひみんな見てください。あとはチャンネル登録お願いします。ひろえさん、今日ありがとうございました。毎度でした。